スナップオンのコンビレンチ GO-EX シリーズ。特徴的なその見た目、メッキのされないコンビネーションレンチです。一般的な工具に施されるメッキには防水や見た目の向上、手なじみの良さなど様々利点がありますが、デメリットとして割れたり剥がれてしまうということがあります。その断面は鋭利で硬く、怪我の要因となりますし、精密な箇所、ゴミを嫌う箇所にその破片が落ちてしまうと機械の故障原因ともなり得ます。それ以外にもメッキすることでコストが高くなったり、被膜厚みが出ますので寸法が出にくいというデメリットもあるみたい。実際スナップオンの他製品でオープンエンドの寸法が出てなくてナットにかからないというものに出会ったことがあります。メッキはメリットばかりではないようです。それを省いて黒染めと言われる表面処理で済ませたものが今回紹介しますこれ、インダストリアルフィニッシュの施された真っ黒なレンチです。見た目は賛否あるでしょうが、個人的には好きです。武骨でかっこいいですね。寄ってみると綺麗ではないです。仕上げは二の次っていう感じ。一般的なスナップオンのレンチと違い、表面は波打っているどころかボコボコ、ざらつきが残ったままとなっています。ものによってはお月様の表面みたいですね。最新のものはもう少し綺麗に作ってあるみたいです。コレクションであったり、綺麗なものを使いたいという場合、新しい時代のものを買うことをお勧めいたします。手にした感触は様々ですね。仕上げが基本綺麗ではなく、かつばらつきが大きいので手触りもサイズによってまちまちな感じ。綺麗なものはそこそこツルツルしてますが、ボコボコしたものは梨地を超えたザラッと感、統一感は全くないっすね。オープンエンド側はこんな感じ。時代によるものかもしれませんが、メッキ品と比べて角が立った印象っすね。六角に当ててみてタイトな感じもないですが、緩くも感じません。語彙力がないですけど普通です。スタンダードといった方が聞こえはいいでしょうか。ただメッキ品の OEX に比べると手にした感触と同じく GO-EX の方がガサツな感じ。やはり角が立っていること、それから表面がザラザラしていることから来る感想かと思います。続けてボックス側。こちら側は特に印象はないですね。いつものフランクドライブという感じで使いやすいですね。メッキ品と比べると若干リングの外形が大きくなっていますが、時代の違い程度の差でした。基本的なジオメトリはメッキ品と変わりないと思います。使ってみて、やはり手なじみの部分からメッキ品とは違った感じ。すりガラスまでいきませんが、最近よく見る珪藻土の製品みたいな手触りです。手の水分を持っていかれるような、多少大げさですが手にオイルがついてもこれで拭ける感じです。表面は乾ききっており、どんな環境でも手にレンチ止めるって感じのザラッとした手触り。私は好みな感触ですし、滑りにくくて良いという感想を持ちましたが、この手触りは苦手な方もいらっしゃるでしょう。それ以外は通常のスナップオンのコンビレンチって感じです。柄の形や全長などとても使いやすいレンチに感じています。それからインダストリアルフィニッシュは錆びると言われていますが、私はあまり気を使っておりません。普段使うサイズもあまり使っていない保管しているサイズもどちらも大きくは錆びないですね。私は人より手汗は多め、かつうちの保管環境は湿度が高いのか、錆びやすいものはしっかりと錆びます。これらドライバーシャンクとチタンコートのビットソケットがそれを物語っているのですが、このインダストリアルレンチは錆びる印象はないですね。確かに表面うっすら赤っぽいというか茶色っぽく感じることもありますが、拭けば落ちちゃうレベルですし、そもそも論なんですけど、元があまり綺麗なレンチではないので気にならないんです。普段は使い終わりにさっと拭いて、たまに廃油なんかを表面に塗って新聞紙で拭き上げているくらい。オイルでしっとりさせておかないとダメかと思っていましたが、言われるほど気は使わないでもいいのかなという感想です。黒染めってボルトなんかでは錆びる印象しかなかったので、これは意外でした。水でビチャビチャとか長期触らない場合はわかりませんが、思ってたほど手はかかってないですね。ただメンテナンスというくくりの中で一つ、常に汚れている感じなんですよね。いくら拭いてもどれだけ拭いてもパリッと綺麗にはなりません。ヘリを撫でてるとわずかではありますが、手に黒い何かが付着します。
この黒いのはサビなのか、もしくは黒染めの酸化皮膜は多孔質となるらしいので汚れやら入りやすいのかもしれないです。メッキと黒染め、私はどちらも気に入っています。メッキ割れの心配のない黒染めに対して見た目、手触りの良さや掃除のしやすさに優れているメッキ。どちらがよりおすすめともないっすね。どちらも使いやすくて良い道具、かっこいい道具だと思っています。ただ、あえて選ぶとしたら好みで選んで良いと思いますが、メッキ品が大勢を占めているように私もメッキ品を勧めます。どちらが機能的に優れているとかそういうことではなく、メッキ品の方がどなたにも当たりが良いと感じるためです。メッキに比べてしまうと黒染めの仕上げがちょっと雑に感じるんですよね。また年代によるのかばらつきも大きいのでイメージした仕上がりではないという場合もありまして、使い込むと黒光りしてかっこいいなんて言われますが、ボコボコなやつなんかはかっこよくなってくれるイメージが全く湧かず、確かに使っているサイズは光ってくるというのか、黒が剥げて玄人感というかこなれてくるんすけど、どうすかね。私はつるっと光っているのが好みで、ラチェットなんかで見ますよね。元の仕上げが綺麗なボディから黒染めが良い感じに落ちて鈍く光っているあの感じ。ただおそらく私のレンチいくつかはそうならないという予感がしています。バイクとかデニムとかで聞くヴィンテージを育てるっていうんすか、それに似た雰囲気を感じていましてかっこいいんすけどね。求める形にするまで時間がかかりそうですし、私は失敗しそうです。エイジングというのか、万人におすすめとはならないですね。その分入手しやすかったり安かったりすればもっと人気出そうにも思いますが、これメッキ品と変わらない値段なんですよね。スナップオンのインダストリアルフィニッシュ GOEX。 見た目への強いこだわりやその他メッキがないことへの目的がなければ、正直なところメッキ品のが楽に満足できるのかと思います。ただインダストリアルフィニッシュも使用感が悪いわけではないですし、メンテもそこまでシビアではなく、私のようにメッキ剥がれ割れに敏感な方には素晴らしい製品ですし、何よりめっちゃかっこいいですから、どちら選んでも後悔はないでしょう。もう一度レンチを揃え直せと言われたら、ミリサイズはメッキ品で揃えるでしょうが、インチはどうするかって同じようにインダストリアルフィニッシュを買ってしまうようにも思うんですよね。不思議な魅力、言い表せない何かを感じているということはお伝えしておきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルはこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。